こんにちは、あつこです。今日は皆さんにおなじみのジブリ映画の名場面を使って楽しく場面描写の練習をしていきましょう。このビデオではステップアップ方式で段階的に描写スキルを学んでいきます。まず最初のステップではシンプルな日本語で場面を描写します。対象レベルは日本語能力試験の N5 から N4 程度です。次に同じ場面を少し詳しく描写していきます。こちらは N3 から N2 レベルを目指しています。最後にこの場面の物語の内容をより深く説明します。ここでは N2 から N1 レベルを目標としています。順番にチャレンジしていただくと自然に表現力が上がり、無理なく実力が身につきます。また、学びたいレベルに集中して取り組むのも良いですね。各描写に入る前に描写に役立つキーワードを紹介していきます。それらの言葉を使って実際に場面を描写してみましょう。文章を声に出して読んだり、コメント欄にあなたの描写した文を書き込んだりするのもおすすめです。コメント欄に書かれた文章は私ができる限り添削しますよ。では、今から少しゆっくりめに読んでいきます。必要に応じて再生速度を調整してください。目標は 1.5 倍速で理解できるようになることです。CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してください。それでは始めましょう。まずは絵をよく見てください。これは私が大好きな映画魔女の宅急便の印象的なワンシーンです。1、簡単な日本語での描写。N5 から N4 レベル。キーワード。女の子、子供の女の人、若い女の人。ほうき、掃除に使う道具。飛ぶ、空に浮いて動くこと。揺れる、風や力で物が小さく動くこと。猫、日本では猫の鳴き声をにゃーにゃーと表現します。包まれる、布や紙で何かを覆うこと。包むの受動体。荷物、運ぶためのもの、または運ぶために何かに入れたもの。海、地球の陸ではない場所で海水がたくさんあるところ。船、水の上を動く乗り物。景色、目の前に広がる風景。では、これらのキーワードを参考にして、実際に場面の描写をしてみましょう。描写文。女の子が
長いほうきに乗って空を飛んでいます。女の子の黒い髪は風で少し揺れています。彼女は黒い服を着て大きな赤いリボンを髪につけています。女の子の前には小さな黒い猫がいます。猫はほうきの上に座っています。ほうきの先にはクリーム色の布に包まれた荷物があります。下を見るとたくさんの建物と青い海が見えます。海の上にはいくつか船も見えます。女の子と猫はこの美しい景色を楽しみながら空を飛んでいるようです。質問タイム。この描写文をもとに場面についての質問に答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。女の子は何に乗っていますか？女の子は長いほうきに乗っています。女の子の髪はどうなっていますか？女の子の黒い髪は風で少し揺れています。女の子はどんな服を着ていますか？女の子は黒い服を着て大きな赤いリボンを髪につけています。女の子の前には何がいますか？女の子の前には小さな黒い猫がいます。ほうきの先には何がありますか？ほうきの先にはクリーム色の布に包まれた荷物があります。女の子の下にはどんな風景が見えますか？女の子の下にはたくさんの建物と海が見えます。海の上には何が見えますか？海の上にはいくつか船が見えます。女の子と猫は何をしているようですか？女の子と猫はこの美しい景色を楽しみながら空を飛んでいるようです。場面の描写に挑戦。では、ここで動画を一時停止し、絵の描写に挑戦してみましょう。私が作成した文は一つの例に過ぎません。ぜひあなたの言葉でこの場面を描写してみてください。間違っても大丈夫。コメント欄に
書いてくれた文章には私ができる限り添削しますよ。では、一時停止ボタンを押して早速あなたの文章を作成してみましょう。2、より詳しく描写 N3 から N2 レベル。次は先ほどと同じ絵をより具体的に描写していきます。N3 から N2 レベルなので少し難しく感じるかもしれませんが、心配しないでください。例文を読んで言葉や表現の使い方を学ぶだけでも大丈夫です。表現力を磨く良い機会なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。キーワード。これらのキーワードを参考に、実際に絵の描写をしてみましょう。少女、若い女の子。握る、手でしっかり掴むこと。笑顔、笑っている顔。キョロキョロ、周りを見回す様子を表すオノマトペ。屋根、建物の上の部分。街並み、街に建っている家などの建物が作り出す景色。木々、たくさんの木、またはいろいろな木。自然、様々な意味がありますが、ここでは山、海、草木などのこと。豊か、たくさんあること。固定、一定の位置に止まって動かないこと。また動かないようにすること。描写文。この絵には少女が長いほうきに乗って空を飛んでいる様子が描かれています。少女は黒い服を着ており、髪には大きな赤いリボンをつけています。風を受けて短めの黒髪がふわりと揺れています。彼女はほうきをしっかり握りながら気持ちよさそうに笑顔で空を飛んでいます。彼女の腕の間には小さな黒猫がいます。少女の服も黒いので、まるで猫の目だけがキョロキョロと動いているようにも見えます。二人の下には赤や青い屋根の建物が並ぶ美しい街並みが広がっています。建物の間には緑の木々も見え、街全体に自然の豊かさが感じられます。青々と広がる海も見えます。海の上にはいくつかの船が浮かび、ゆっくりと動いているようです。一人と一匹はこの景色を楽しみながらどこかへ向かっているようです。よく見ると、ほうきの先にはクリーム色の荷物がしっかりと固定されています。少女たちはこの荷物をどこかに運んでいる途中のようです。この荷物の上にはピンク色のリボンがつけられているので、誰かへのプレゼントかもしれませんね。質問タイム。この描写文をもとに場面についての質問に
答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。この絵には何が描かれていますか？簡単に説明してください。この絵には少女が長いほうきに乗って空を飛んでいる様子が描かれています。少女の服装と髪型を簡単に説明してください。少女は黒い服を着ており、髪には大きな赤いリボンをつけています。風を受けて短めの黒髪がふわりと揺れています。黒猫はどこにいますか？また、どのように見えますか？黒猫は少女の腕の間にいます。少女の服も黒いので、まるで猫の目だけがキョロキョロと動いているようにも見えます。二人の下にはどのような街並みが広がっていますか？二人の下には赤や青い屋根の建物が並ぶ美しい街並みが広がっています。建物の間には緑の木々も見え、街全体に自然の豊かさが感じられます。街の他には何が見えますか？青々と広がる海も見えます。海の上にはいくつかの船が浮かび、ゆっくりと動いているようです。ほうきの先には何がありますか？ほうきの先にはクリーム色の荷物がしっかりと固定されています。少女たちは何をしている途中ですか？少女たちはこの荷物をどこかに運んでいる途中のようです。この荷物はどのようなものだと思いますか？この荷物の上にはピンク色のリボンがつけられているので、誰かへのプレゼントかもしれません。より詳しい場面の描写に挑戦。では、今から一時停止をして、あなた自身の表現でこの場面を描写してみましょう。
自分が書いた文が正しいか知りたい方はコメント欄を利用してくださいね。私ができるだけ添削します。それでは一時停止をして描写または音読を楽しんでみましょう。3、場面のストーリーの説明。N2 から N1 レベル。ここからはこの場面のストーリーを深く説明する N2 から N1 レベルに挑戦してみましょう。難しそうと思ったら、まずは一通りキーワード、ストーリーの説明文、質問を繰り返してみてくださいね。それでは、まずはキーワードを学びましょう。キーワード、魔女、魔法を使う女性。魔法使いは男性、女性、両方に使える言葉です。一場面、物語や映画の中の特定のシーン。主人公、物語の中心となる人物、主役、伝統、昔から続いている習慣や文化、親元、親や保護者がいる家や場所、自立、他の人に頼らずに自分で生活すること、修行、自分を鍛えたり、技術を習得するために努力すること、悩む、何かについて考え込んでどうしたらよいかわからず困ること、宅配、荷物や商品を指定の場所まで届けること、不安、心配で落ち着かない気持ち、期待、良いことが起こると信じて楽しみに待つこと、誇り、自分や自分の行動に対して胸を張れる気持ち、冒険、新しいことや少し危険なことに挑戦すること、相棒、いつも一緒に行動する仲間、眼下、自分の目の下に見える場所、港町、海の近くにある港がある町、宅急便と宅配便の違い、日本語で荷物を指定の場所まで届けるサービスのことを宅配便と呼びます。一方、宅急便は配達するという意味の漢字のはいの代わりに急ぐという意味の漢字の急を使ったものです。これはヤマト運輸という会社が提供する宅配サービスの名前で同社の登録商標です。そのため他の宅配サービスを提供する会社は宅急便という名前を使うことはできません。原作タイトルで宅急便が使われた経緯。原作者の角野栄子さんは宅急便がヤマト運輸の登録商標であることを知らずに本のタイトルとして使ってしまいました。出版の際にヤマト運輸と話し合いが行われ、最終的に本のタイトルなので問題ないとして使用が認められました。その後、
映画化された際には、ヤマト運輸がスポンサーとなり、映画でも宅急便という名称が使われることになりました。偶然かもしれませんが、ヤマト運輸のシンボルも黒猫なんですよ。では、これらのキーワードを参考に、実際にこの場面のストーリーの説明に挑戦してみましょう。ストーリー描写文。この絵は魔女の宅急便という映画の一場面です。主人公のキキが一人前の魔女になるために新しい街で生活を始める物語です。魔女の伝統では13歳になると親元を離れ見知らぬ町で自立する修行を始めることになっています。キキは自分にできる仕事は何だろうと悩んだ末に飛べることを活かして荷物を届ける宅配の仕事を始めました。このシーンではキキがその仕事を初めて行う様子が描かれています。ほうきをしっかり握りながら空を飛ぶキキは不安と期待、そして魔女としての誇りを胸にこの初めての冒険を楽しんでいるようにも見えます。彼女のそばには相棒の黒猫、ジジがいます。ジジはいつもキキを励まし、彼女をサポートしてくれています。キキたちの眼下には美しい港町の風景が広がっています。初めて見る海に感動したキキは、この海辺の町で新しい生活を始めることを決めました。新しい環境で初めての仕事に取り組むこのシーンを通して、彼女が自立への第一歩を踏み出す姿が描かれています。質問タイム。では、今の説明文をもとに、この場面についての質問に答えてみましょう。この絵は何という映画の一場面ですか？また、その映画の内容を簡単に説明してください。この絵は魔女の宅急便という映画の一場面で、主人公のキキが一人前の魔女になるために新しい街で生活を始める物語です。魔女の伝統では何歳になると何を始めますか？魔女の伝統では13歳になると親元を離れ自立する修行を始めます。キキはどんな仕事を始めましたか？キキは飛べることを活かして荷物を届ける宅配の仕事を始めました。このシーンではキキが何をしている様子が描かれていますか？このシーンではキキが宅配の仕事を初めて行う様子が描かれています。空を飛ぶキキの様子はどのように見えますか？
ほうきをしっかりと握りながら空を飛ぶキキは、不安と期待、そして魔女としての誇りを胸に、この初めての冒険を楽しんでいるように見えます。キキのそばには誰がいますか？キキのそばには相棒の黒猫、ジジがいます。キキたちの眼下にはどのような風景が広がっていますか？キキたちの眼下には美しい港町の風景が広がっています。キキはなぜこの町で新しい生活を始めることにしたのですか？キキは初めて見る海に感動し、この町で新しい生活を始めることを決めました。このシーンでは、キキのどのような姿が描かれていますか？このシーンでは、キキが自立への第一歩を踏み出す姿が描かれています。ストーリーの説明に挑戦。では、ここで一時停止をして、この場面のストーリーを説明してみましょう。ぜひ、あなたの魔女の宅急便を説明してみてください。それでは、一時停止ボタンを押しましょう。今回のビデオはいかがでしたか？ところで、魔女の宅急便の原作本を読まれたことはありますか？もしまだでしたら、ぜひ日本語で挑戦してみてください。児童文学なので使われている日本語もわかりやすいですよ。また、原作者の角野栄子さんは90歳を超えていらっしゃいますが、とてもおしゃれで素敵な方です。ご興味があれば、ぜひ彼女のインスタもチェックしてみてくださいね。私も将来はこんな素敵なおばあちゃんになりたいです。今日も日本語を勉強してくれて本当にありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。このビデオを見ながら一緒に音読してみてください。音読は私が一押しする外国語学習方法です。チャンネル登録といいねをいただけるととても励みになります。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。